皆さんこんにちは、木村です。今回はですね、こちらについておりますパーギアの 25mm F1.7 っていうやつを紹介します。こちらのレンズはですね、X マウント、それから E マウント、多分 Z マウントの APS-C、RF マウントのミラーレスの APS-C 機能を多分網羅している、レンズとなります。ここにこうガチャってつけて、電子接点がないレンズなんで、オールドレンズ的なマニュアルフォーカスだけで使うレンズってことになります。で、フォーカスリングがここにあって、マニュアルフォーカスでこうなってるのと、絞りリングがこういう風に、1.7 から F22 までですね、ついてます。で、パーギアっていう、ロゴがデカデカとあります。TT アルティサンズとか、セブンアルティサンズとか、中華系の、格安レンズっていうんですかね。っていうものになるんですけども、これも1万円を切る価格ぐらいで、確か、発売になる感じでして、やっぱりサイズ感がこう小さいんで、とりあえず単焦点みたいな時に、第一候補としていいんじゃないかなっていうふうに思います。で、25mm っていう画角なんで、APS-C のレンズなんで、APS-C で 25mm っていうと、ちょうどフルサイズ換算 35mm ぐらいで、ワイドレンズ。標準的なワイドレンズ。めっちゃワイドじゃなくて、いい感じのワイドレンズ。だからスナップには一番いいと思ってます。で、僕は 25mm っていう焦点距離、スーパー 35mm APS-C の焦点距離は、一番かっこいい、良いし、使いやすいレンズなんじゃないかなっていうふうに思ってます。手持ちとかで動画撮ってもかっこよく決まる感じがするんです。もちろんジンバル機も使える。ただマニュアルフォーカスなんで、ジンバル使うときはちょっと被写体との距離はずっと一定に保たないといけないんですけど。で、F1.7 なんで、APS-C で例えば ISO 感度、12800とかにすると結構シャバシャバになると思うんで、センサーサイズ。これフルサイズで α-S3 も 12800 ベース、上の方のベース ISO 感度 12800 だけど、結構これノイジーだなと思ったりするんですけど、なんていうの、明るいんで、室内とかでもあんまり ISO 感度とかシャッタースピードを下げたりせずに、使いやすい明るさが担保されてるんじゃないかなっていうレンズです。で、一番のメリットはもう、やっぱりこのサイズ感ですよね。で、デザインは、ここにシルバーのラインが入ってるのが、可愛いなっていうところを思います。このパーギアのロゴはでかすぎるので、これは下側に、どうしてもつけたいんだったら下側につけるか、つけないか、ロゴ自体をデザイナーに頼んで新しいロゴにするとかっていうのも、ちょっと考えていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに、思います。そんなに慣れちゃうとその気にならないですけど。で、レンズキャップ、ここのフィルター径っていうのが 37mm って言っても一番小さいやつがついてます。もちろんフィルターネジ切ってあるんで、37mm のフィルターつけてもいいですし、レンズキャップはこういうやつで、ちっちゃく、やっぱりスナップ、もうずっとつけとく用のやつかな。もう、こういうミラーレスのちっちゃめのやつにつけて、持ち歩くような感じでつけてって、なんていうの、基本はこれつけとくみたいな感じにすると、すごい、撮影機会に恵まれるんじゃないかなっていうふうに思います。っていう感じなんでですね、もうついてるので、ちょっと、富士につけて、ちょっと撮ってみようかなっていうふうに思います。ちなみに全部手持ちでマニュアルフォーカスでいきます。開放だとやっぱりこんな感じで光がね、逆光耐性がやっぱ弱いんで、こんな感じで光がポワッと回ります。これだから野外でスチール撮ってても、コントラストがかなり効くんで、で、レンズフードつければ改善する可能性もありますけど、角度によってはやっぱりコーティングはそんなにしっかりはしてないなっていう。こういうのを活かして撮る、オールドレンズ的な楽しみ方っていうのが、必要とされるんじゃないかなと思います。ちなみに絞ると逆光耐性も改善しますね。これは F5.6 まで絞ると改善します。だから野外の外、ボケはちょっと作りにくくなりますけど、そういうふうに工夫して使うマニュアルレンズかなっていうふうに思います。すっごい余談なんですけど、今こちらはですね、ブラックマジックプロダクションカメラっていうやつを使ってて、これ APS-C なんですけど、それに、知る人ぞ知る、マジックブースターっていうのをつけてます。で、マジックブースターっていうのをマウントの中に仕込むフォーカルレーデーションなんですけど、これもフレアっていうんですか、ハレーションっていうのが来ますね。マジックブースター。で、ちなみにこれは APS-C がフルフレームルックになりますよっていう触れ書きなんですけど、クロップファクター 1.3 倍なんで APS-H と相当するんだよ。決してフルフレームルックに近づくけども、フルフレームとは違うなっていうツッコミを今とても言いたいんで、今ぶち込みました。はい。でもやっぱ富士のやっぱこうね、
富士はね、オールドレンズつけてもね、決まるね。こちらの2025年7月5日に、災害が起きてですね、食糧難に日本はなるので、食料備蓄を始めています。こちらはですね、石ですね。はい。バンカーズライトですね。バンカーズライト。まあ、という感じですね。ざっくり、まあ、こちらのレンズの映り方っていうのが分かったかなと思います。まずじゃあ、その作例を、全部、流してみたいと思います。まあ、おおむね、なんていうんですかね。やっぱりオールドレンズ的な映り方をするんじゃないかなと思います。ちなみにこちらの作例すべて、もうライトルームで編集をかけてしまっております。ローで撮ってライトルームで編集をかけてしまっております。で、まあやっぱりその光が充満している外であると、開放付近、F5.6 まで絞ると結構大丈夫なんですけど、結構開放付近で撮ると、コントラストが下がっちゃうんで、結構コントラスト上げる処理してます。で、この辺の、野原に行ったんですけども、やっぱりこの草、とてもいいですね。草とてもいいです。このちょっとしおれたクローバーなんですけども、ボケの出方が少しぐるっとするような、印象もあります。で、周辺原稿もやっぱちょっと来るかなっていうのは、やっぱこれもね、結構どっちかっていうと開放で撮ってた気がするんですね。まあでもスマップだと本当は絞るから、もう5.6でパシャパシャ行くときはパシャパシャ行けばいいんじゃないかなっていう。前回の動画で、草が撮りたいって言って、やっぱりね、今度ね、草はね、とてもいいですね。この、草はとてもいいですね。まあ、これもレンズの改造自体はもうちょっとだるくなるっとしてたんですけど、少しライトルームでシャープネスがかけると、こんな感じになるかなっていうところですね。まあ、光が回ってると、やっぱりこんな感じで、これもね、結構開放だった気がするんだけど、ふわっとしたオールディーズな、感じに光が回ってね、オールディーズな感じになってしまいますよってと。じゃあまず人物も、ちなみにマニュアルフォーカスなんで、こうやってちょっとフォーカスミスっちゃったなっていうのも、フォーカスミスるのも、よく見える場合がありますよね。完全に合ってないっていうの。だからなんて言うんだろうな、フィルミックな感じを作るんであれば、むしろピシッとくるレンズよりもこっちの方が面白くはなるかもしれないですね。だから仕事では使いにくいけど、日常スナップではすごくいいんじゃないかな。で、加えて、やっぱりサイズ感もちっちゃいんで、まあ、女性の方とかでもね、まあ、僕は大体に、もう、大きいレンズはもう日常ではあんまりこう、
もう持っていく気にもうなんなくなっちゃってるんで、こういうサイズ感の方が持ち歩くかな。だからこれ多分 T4 にしばらくつけっぱなしになるんじゃないかなっていうふうに思います。もうとりあえずこれみたいな。レンズ変えないみたいな感じの。もう持ってかないみたいな感じの。旅行写真とかにもだからそういう意味で言うと向いてるんじゃないかなって思います。ちなみに自撮りツーショットでこれモデルさんに自撮りで撮ってもらったんですけど、まあこんな感じで写ります。まああとはそのフィルムシミュレーションを、まあ富士の場合はルックで遊んでみたり、まあもちろん編集でね遊んでみたり、必要十分なものは日常使いとして必要十分なものは取れるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあだからこれでちょっとその描画とかが不満になったらもう純正の F2 のやつ行くしかないです。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのですね、パーギアの 25mmF1.7 っていうレンズでございました。まあちょっとオールドレンズ、やっぱりレンズの取り比べみたいな、そんな感想ぐらいしか言えないんですけど、やっぱ新しいレンズで撮るとちょっと気分も変わってね、楽しいかなと思うんで、なんていうんですかね。新しい気分でやるっていう時にいい選択肢なんじゃないかなと思います。すっごい買いやすいと思います。はい、もちろんだから一番最初とりあえず単焦点ない時っていうのはもう、まずこれでちょっとやってみて、でまあこうフレアとかも多分最初のうちってそんなにムカつかないと思うんですよね。だんだん黒となってきていいレンズ知ってくるとうわってなるかもしれないんですけど、まあそれってスペック中などっちかっていうとね方なんで、表現の一つとして遊びでこう入れてみるのは逆に面白い新鮮なんじゃないかなというふうに思いました。こちらのチャンネルではアート、ライフ、ミュージックのテーマで動画をお送りしています。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、次回ですね、マジックブースター、プロダクションカメラに仕込んだマジックブースターの話を、します。ポケシネ 4K の話もしたいです。で、本日の撮影カメラなんですけども、見えますでしょうか。タムロンの、フルサイズの EF のワイドを買いました。1530。手ブレ補正がついてるんで FP とかで使えたらいいかなって思って、買いました。ズームレンズですね。でプロダクションカメラが、こちらにあります。でなんとプロダクションカメラのここを外すとここにねフォーカルレデューサーが入ってるんですよ。 1.3 倍になってるんですよ。でこれ IR フィルターもプロダクション 4K のモデルは IR フィルターもついてるから、ただ 1.3 倍にしかならないんでフルフレームとは違うっていうのと、あとそのフレアが出てきちゃうっていうことと、まあ、逆に言うと 1.3 倍だから1835とかシグマのあれはフードつけなければ多分大丈夫で、時に1020ってやつも持ってるんですけど、それ APS-C 用のやつなんで、それもフードつけなければちょっとビネットくるぐらいで、1.3 倍だとAPS-C のレンズもぶち込むことができたりするんですよ。まあ、ここにねこのガラスが入ってるっていうのは僕はねどっちかというと好きですね。ゴミが入らない気がするっていう。はい、それからシンボルのモニター大活躍しております。もう最高ですね、このモニター。マジ最高です。ちなみにプロダクション 4K を今エテルナ風に表示してるんですけど、わかるかな。まあ、まだそのモニターラットちょっと研究中なんで、もう少ししたらもしかしたら発売とかするかもしれないですね。はい、やっぱり 25mm はですね、このサイズ感で手ブレ補正をマニュアルで設定すればこうちゃんとこう手持ちで綺麗に効くし完璧かなっていうふうに思います。それではまた。